ノルディック複合の渡部暁斗です。自身としては3度目のオリンピックで、その都度思うことはあったんですけど、やっぱり一番メダルを取るっていうことを意識して、公言をして、臨んだ1年間公言をしながら準備をして臨んだオリンピックで、実際に取れそうだなっていう手応えも感じてましたし、もう3年ぐらいで、実際にメダルを獲得することができて、すごく嬉しく思ってます。僕は一番試合がトレーニングになると思っていて、で、それでワールドカップを転戦する中で、コンスタントにいい成績を残して、総合ランキング、年間総合ランキングっていうのが2位、3位と続いていたんで、ソチのシーズンも開幕からずっと上位をキープしてこれて、すごくあとは運次第だなと思っていて、自分の実力が出せればあとは結果はついてくるかなと思って競技に臨みました。年間20試合近く、毎週試合を繰り返して、オリンピック自体は内容は変わらないんで、会場の雰囲気とか周りの雰囲気だったりっていうのは違いますけど、やっぱりレースっていう本質を見れば、ワールドカップとそんなにやることは変わらないので、それを常にというか何十試合と戦ってくる中で、やっぱりその経験が一番大きかったかなと思います。大きいと思います。自分としてはあれはもう実力通りというか、やっぱり知らない仲じゃないというか、相手も、それこそ何十試合も同じレースに出てきて、毎回戦ってる相手で彼が強いっていうのも知ってましたし、で僕も何回も彼と競って何度も負けて、で内容で言えば多分オリンピックのレースっていうのはすごく今までしてきたレースの中でもかなり彼を追い詰められたレースだったなとは思いますね。それがすごく惜しいっていう風に見えたっていう。でも本当の実力っていう意味ではやはりまだまだ実力があるところがあって、そこが最後の最後に差となってきてたっていう感じですよね。難しくはないんですね。基本的には多分みんなが目指すべき場所というか、基本に忠実なだけなんで、どうやったら速く走れるかっていうのを追求していくと、ある意味そこにたどり着くのかなっていうところで、いかに力を使わずに、大きな自分では力を発揮せずに大きな力を生み出すかっていうところで、ある意味スキーのコツを掴んでいくような作業を、地道に繰り返してきたっていう感じですかね。その競技をやる側の魅力としては、やはりジャンプとクロスカントリーっていう能力でいうと、相反する能力を必要とする競技を1日の中に午前と午後に分けてやるんですけど、やっぱりそこで例えばじゃあジャンプを強くなろうとしてそれの練習をすると、クロスカントリーの能力っていうのは、瞬発系と持久系という感じで伸ばしていこうとすると、反対の能力が衰えていくような、そこのバランスを取りながら両方をいかに伸ばしていけるかっていう、そこの取り組む上ですごく難しいというか、いろんなことを考えなきゃいけないっていう意味で、競技者としてはすごく難しいけどやりがいのあるスポーツっていう感じで、でもそんなのはレースになったら伝わらないと思うんで、でもジャンプのダイナミックさ、そこでタイム差が出て、で今回見てもらった人は分かると思いますし、まだ見てない人は YouTube かなんかで検索してもらえれば出てくると思いますけど、ルールも変わってきて、すごくタイトなタイム差で
展開するレースになっていて、10人15人っていう大きな集団になったりとか、その集団から2人、僕のノーマルヒルで言ったら2人で後ろから逃げたりで、そこで逃げる間にもその2人の中でもデッドヒートというか、駆け引きがあってっていう、そのレースが本当に20分30分ぐらいの中で目まぐるしく展開して、そういうその中身の濃いレースを、見ることができるっていうのはすごく面白い競技だなと思います。僕が結果を出し続けるっていうのが第一だと思いますけど、もっとその、テレビ放映が増えてくれたらいいなとか、そういうことは思いますね。でも、やっぱりその僕らは旬のものというか、やっぱ冬にしか競技はやらないですし、やっぱり夏になると、他の競技を見ているうちに多分忘れられてしまうような競技かなと思うんですけど、やっぱりその、旬のものを味わうっていう、食べることが好きな日本人だと思うんで、やっぱり冬になったらスキー競技を見るっていう、そういう場が増えてくれるように、僕は結果を出し続けて注目され続けていけたらなと思います。今まではその何が強いかっていうのを僕は考えていて、でそのワールドカップの総合優勝っていうのはやっぱりそのさっきも言いましたけど11月の終わりから始まって、3月の半ばまで年間20試合近くをヨーロッパを転戦しながらそれの総合ポイントを争うんですけど、やっぱり体調管理だったりとか調子の維持、テクニックが最高レベルじゃないといけないとか、体力もなきゃいけないとか、いろんな要素がすごい高い状態にないと成し遂げられないものだと思うので、やっぱそういう意味でその選手として、最高の栄誉があるものなんじゃないかなと僕は考えていて、それが今までの考えではあったんですけど、やっぱりオリンピックのメダルっていうのも、4年に1回そこに調子を合わせなきゃいけなかったり、それこそさっきも言いましたけど、いくら準備ができていてもやっぱ運次第でその1日で勝負が決まってしまうっていうところでいうと、取ることの難しさで言えば、オリンピックもすごく難しいのかなっていうのはやっぱり取った後に思いましたし、やっぱりその公言しながら金メダルを取るって言いながら競技をするっていうことのプレッシャーの大きさだったりとかっていうのを感じながら、やっぱりその今は2つは比べられないものかなという、やっぱりその競技者として強ければ本当に実力があればどっちも取れるかなと思うんで、やっぱり今はもうそれは2つ別物として考えて2頭を追って2頭とも得ようかなっていう得れたらなと、思ってます。オリンピックは4年後になってしまうんですけど、ワールドカップは毎年、開催されているので、4年後までは毎年ワールドカップの総合優勝っていうのを、目指しながら実力をつけていって、4年後にはワールドカップのクリスタルグローブと、オリンピックの金メダル2つ持って、そうですね、日本に帰ってこれたかなと思います。勝つっていうことに関して言えば、皆さん、いろんな競技会に出て勝ちたいっていうふうに思うと思うんですけど、僕はどういうふうに勝つかっていうのが大事かなというふうに思っていて、フェアなプレーをして勝つとか、僕のレースで言えばやっぱり集団の先頭に立った方が、風よけに使われるんですけど、そういう時でもそこで引っ張っていってさらにそこから抜け出して勝つっていうのが、実力がある選手がそういうレースをしたりするので、やっぱりその自分がどういう選手になってどういうレースをしてどういう試合をして、勝つかっていう、その自分の持つべき自分の考える理想っていうのを持って競技に取り組んでいってくれれば、競技に取り組めば、メダリストになれるかもしれませんけど、ただのメダリストじゃなくてすごく中身のある素晴らしい選手になれるかなと思いますので、自分の理想っていうものは何なのかっていうのをしっかり考えて
競技に取り組んでいってください。